ちは、MD ジャックです。腰痛対策で日が暮れてから30分ぐらい散歩をしており、TWS の視聴の時間も兼ねています。最近はエディファイアのネオバッツプロを使用しています。レビュー動画は来月アップ予定です。こんにちは、あいです。もうすぐ夏休みが終わります。ちょっと残っている宿題を片付け中です。今回は TRN の X7 のレビューですが、色が綺麗で早くも気に入ってしまいました。透けて見える BA のおかげで綺麗さとメカメカしい感じが融合していてとにかくかっこいいですよ。じゃあその勢いで外観についてもう少し説明してもらおうかな。はい。DLP デジタルライトプロセッシング高精度 3D 印刷技術を使用し、シェルにはドイツから輸入された医療グレードの樹脂素材が使用され、高光沢研磨を使用して実現された鮮やかなパターンとアクリルコーティングが施されています。ほんと綺麗に仕上がっていますね。写真の通りですが、これはハイファイ号様からいただいたサンプル品なので、製品版ではこれに 6.35mm から 3.5mm への変換ジャックと航空機内で使用できる変換アダプターが付属するようです。フル 7BA の X7 はだいたい15,000円前後で販売されています。説明欄にハイファイ号制作の X7 開封動画のリンクを貼っておきますので、よろしければご覧ください。片側 7BA の構成は上記の通りです。BA のモデル名はよく見かけるものばかりですが、それぞれカスタマイズされているようですね。各 BA からノズルに向かって伸びるサウンドダクトチューブが特徴的で、音質に与える影響は大きそうです。この結果、ノズル部内への BA 配置はありません。カスタマイズ BA のどの辺がカスタマイズされているのかわかると、もっと面白いんですがね。装着感はいつもの通りミミルちゃんよろしくね。はいはい。X7 は最近レビューで扱ってきた上記のモデル同様イヤーフィンの突起があり、自公開に触れる側の凹凸が結構あるタイプなのね。数万の耳のモデルデータに基づいたデザインということだけど、平均値を取っているのだろうから合わない方には合わないんだろうな、と。今までイヤピの長さで音質を調整することを優先していたんだけど、装着感を優先すると自然とあまり軸の長いイヤピはチョイスしづらくなってきたよ。個人差の大きいところなので、ご自分に合うパターンを見つけて対応していただきたいところ。シェル素材がオール樹脂だから 7BA 積んでいる割には片耳 5.8g と軽め。大きさは写真の比較でわかると思うんだけど、特別大きいわけでもないので、イヤーフィンの突起さえ合えば装着感で特に気になるところはなく、むしろ良い感じだよ。はい、ミミリちゃんありがとう。今日は変な格好はお休みなのね、ちょっとほっとしたわ。では音質比較動画です。今回は片側 6BA の KZ-AS12 と比較してみました。音収録は X7 付属のケーブルを使用し、イヤピはセドナイヤーフィットを使用しています。So fed up of you messing with my buzz. You shut down, had enough. I'm just looking for that rush. I'm so tired, so fed up of you messing with my buzz. Locking eyes, we just touch. Feel our bodies drifting up. I don't know how to be around you. I'm just trying to lose myself. Trust you, but you know me like no one else.ではまずこの波形からご覧ください。
最初はファイナル E タイプで主張していたのですが、ちょっと抜けが悪い感じがしたので、セドナイヤーフィットに交換してみました。測定してみると、このような違いがあり、セドナだと 4kHz 以下が全体的に抑えられ、逆に 7kHz 付近のピークが良い感じになったので、セドナイヤーフィットで音収録しました。低域はさほど強くはありませんが、ネイザン・イースト、マーカス・ミラー、LP セプテッドなど、ベーシストが活躍するアルバムを聴いた限りでは、低域はタイトな感じで、量感ばかりある低域より、むしろ良い感じです。特徴的なのは 1.7kHz 付近のピークで、多くのモデルが2から 3kHz へ向かって立ち上がっていくのですが、X7 は立ち上がりが早く 1.7kHz 付近にピークが来ています。女性ボーカルでチェックしていたのですが、どうも耳につきやすく、X7 は自分の好みからは外れるかなと思っていましたが、これもセドナイヤーフィットに交換することで少し改善したのと、男性ボーカルの曲主体に視聴してみたら結構ハマりました。2から 5kHz にかけては割と平坦で、主張が強いわけではなく、7kHz 付近のピークも波形の割には柔らかめで刺さりもありません。それと、元々のピーク特性のレベルの質感と、今回のようにイヤピで調整してピークを出した場合では、同じレベルが出てもその質感は違うものだと実感し、今回は調整してピークを出した場合の方が柔らかめの音になりました。全体的にコウティのレベル差もさほど大きくないので、過激な質感とはほど遠く、マイルドでまとまりのある音質だと思います。音質比較動画で登場したフル BA の KZ-AS12 との波形比較がこれです。中低域は X7 が太く、2から 5kHz にかけては AS12 が若干強め、6kHz 以上の広域はピークのレベルは X7 ですが、広域全体では明らかに AS12 の出音の方が鋭くシャリシャリした感じがあります。ピークレベルでは一歩譲っている AS12 ですが、10kHz 以上までの出方で判断すると AS12 の広域が強いのは確かなので、低域とのバランスを含めこの比較では AS12 が広域寄りなモデルであることがわかります。音量はやや広めですが、広域の伸び方が柔らかめということもあり、残響音がたっぷり残るという感じではない分、こじんまりしていると思います。分離はサウンドダクトチューブを使用して BA からの音をまとめている効果もあるのでしょう。こちらもまとまりに重点を置いているように感じ、音があちこちから分散して聞こえてくる感じは薄いです。それに伴い、低位感もなんとなく真ん中に集まり気味な印象です。フル BA なので、もっと鋭いメリハリのあるサウンドかと思っていましたが、その先入観は見事に外れ、全体的にマイルドで温かみのあるサウンドです。感触系で、キレと透明感のあるサウンドがお好みの方や、広域が抜けきらないとダメだという方の選択肢には多分入らないモデルだと思います。聞き始めはちょっと物足りなさも感じますが、アルバムを1枚聴き終わる頃には、脳も慣れてきて、この質感を受け入れていました。また、あまり鋭くない質感で聞き疲れしにくいので、長時間の制作作業時には適しているかと、どんなジャンルにも合うという感じではありませんが、イヤホン好きな方ならこういう音質傾向のモデルもコレクションの一つになるのではと思いました。ということで、フル BA モデル TRN-X7 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。